ボス日進月歩塩田正宏です。今日は、山本先生と安江先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私山本先生のことはもう1年以上前から知ってまして、そのある時その合気道上手くなるにはどうしたらいいかって考えた時に大本経を勉強しようと思った時がありまして、で大本経を、調べていったらどんなことをやってるのかって調べていくと、朝と昼に祝詞を唱えてるだけだったりするんですよ。でそれがなんで上手くなるのかなって、普通だったらそれで見過ごすとこだったかもしれないんですけども、その時の呼吸の仕方とかが良かったんじゃないかなと思って、そういう本あるのないかなと思ったら、山本先生の本でありまして、それを読ませていただいて、で私の生徒がセミナーに参加していろいろと、ね、山本先生からお守りなどいただいたりしたんですけども、お会いするのは今日は初めてで、先生ありがとうございます。今日は来ていただきまして、もう安井先生のおかげでご縁をいただきましてありがとうございます。大元の方のお話伺ったんで、大体のことはもうお分かりだと思うんですけども、まだ宇宙が天も地もなくね、真っ暗な状態の時に、ポチ一つ現るっていうね、ポチ天、ポチね、ポチ一つ現るっていう道具があるんですよ。でそのポチを巣という言霊じゃったと、その巣が要するに宇宙創造神なんだと、いう話。そうするとポチ天ですよね。これがその宇宙空間に現れたと。でこれが巣という言霊でね、巣からうという言霊が生まれて、それからうからむという言霊が生まれて、うむという言霊からうぶすなりきというね、全てのものが発生するといううぶすなりきというものが生まれたんじゃと。このうぶすなりきが48音なんだと。っていうことでこれ48の48の親神というふうに書くんですけども、これヨトヤ神っていうふうに私たちはお呼びするんですよね。でこれは言霊なんですよ。だから初めに言葉があったというその聖書の言葉、このところを表現してるんだと思うんですね。でそうするとその天ポチチョン、それが宇宙の創造神の御心を対して、要するに御心とともにというか、その宇宙創造神のいわゆる意識というか、それが働いて点が動くと線になりますよね。点が動くと線になります。でこれが巣です。そうすると巣が動いてっていう意というエネルギー体に変わるんですが、でこの宇宙空間というのはもう言霊の10万回って言われてるんですよ。そうすると10万回っていうのはそこに胃があってここに脳があってここに歯があるっていう状況ではなくて、この空気と同じように充満してるんだと。その意というエネルギー体と共鳴共振を起こして、巣という宇宙創造神が私の体を使ってここに意なるエネルギー体の形を表す。こんなね、自分で言うのもおかしいんですが、こんなすごい処方ってないと思う。宇宙の見えない、目に見えない、手にもつかめない、触ることもできない、その存在を
この筆を通してですよ、この紙面、紙の上、紙なんです。紙の上に神が現れるんですよ。その瞬間、ローって言ってロが現れる。これを48文字一息一息書くんです。これが私たちの呼吸処方なんです。でこれを臨書って言うんですよね。臨書っていうのはお手本があります。そのお手本通りに文字を書くと臨書って言うんです。聞いたことあります？聞いたことないです。臨書ってこういう望む。そうです。臨在するのをね、はい、この臨書っていうのは普通もお習字では必ずね、みんな習うんですよ。先生のお手本通りに習うっていうふうに私たちは解釈してた。ところがもう本当に安先生、最近ですよ、はい、そうか、臨書の意味は違ったんだ。降臨なんだ。降臨の臨。そうなんですよ、うん、すごいでしょ、はい、ここにね、まさに神が降りられるというね、うん、降臨でもあるし、そしてこの光はね、光に書いてもいいんですよ。そうですね、そういう言葉があるんです。降臨ってこういう。やっぱあるんですか、そういう文字も。はい。なんだ、臨書ってこれだっていうことから、皆さんにまずこれを一文字を、ね、学んでいただいて、で人間というのは不思議なことにね、やっぱり体癖って体の癖ってあるじゃないですか。と同時に書き癖ってあるの、はい、書く癖ね、文字の癖、それはどうしてもその人の人間が出ちゃうんですよ。はいはい、書は心なりっていうんですね。だから人間性がどうしてもそこに出てしまうんで、その癖というかな、ご自分で嫌ならばね、その癖を取りましょうよと。で本当に自然体になるってことは、そういうね、俺がの世界ではなくて、それを全部きれいにしていく世界だから、ぜひガトマイシンなるものを外していきましょう、きれいにしていきましょう、整えましょうということから、まず臨書をねしていただいて、それから今度お手本にイロハニホヘトチというね、8文字書いて6行の8648お手本があるんです。今あそこにもちろん持ってきてると思いましたけども、そのイロハを一息でね、まず書く。イロハニホヘトチというふうにね、8文字書く。っていうふうに、まず1行を一息で書く。この次に2行を一息で書く。次に3行を一息で書く。最後の48音一息で書くんです。こんな大体3行ぐらいでみんな死にます。そうです。僕も本を読みながらやったんですけども、全然持たない。本当かな、練習すればできるのかな。だからね、もういつも言うんですよ。一回死んでくださいと。はい、ね。息吹き返した時にね、生きてるって素晴らしいって分かるんですよ。みんなはそんなふうにして脅すんですけどね。そういうことで何が起こるかというと、さっき申し上げたように、小学4年生の女の子がいじめられてる子といじめられてる子の波動が合わなくなっていじめられなくなった、魂のレベルが上がったって僕は言うわけ。ということは、
この1ヶ月ね、面白がって、いろはにほへたちりねるあわかって書いていた、その女の子の魂がレベルが上がったとすれば、これをね、まあ今本当にね、すごいんですけど、4万枚書いたって人もいるの。いろはとひふみを。4万枚ってね。はい。お前どうよ。要するにね、1枚書くと1枚だけの分のゴミが取れると。はい。魂のね。魂を包んでしまっているそのゴミが取れる。まあ大先生的に言えばその鎖がね、一本外される。だから4万枚書いたってお前随分ゴミが溜まってるなって言うじゃない、思うじゃん。ね。だけど、まあ結局1枚外して2枚外して1万ね100枚1000枚1万枚外してきれいにしたと思ってもすぐまたくっついちゃらしいんでね、ゴミは。それをがあるいは慢心っていうことではないかなというふうには思うんですよ。っていうそういう処方が私たちの衝動であって、で合気道、さっき申し上げたように波長が合わないってことが大事だ。世の中街を歩いててね、刃物を振り回して誰でもいいから殺したいっていう男とね、要するにたまたま波長が合うんで殺される、切られる、共鳴共振がある。ところがこちらが魂のレベルが上がってしまえば彼にはこっちが見えないんだ。それが実は合気道の極意なんだと。要するに、敵を作らないという、というお話をしてるんです。ですからまあ例えばコロナさんが流行りましたね。でもあの時もう私たちの周りにいらっしゃる医学博士とか大学教授なんかからはみんな茶番劇だ、こんなこと言うとまた怒られちゃうんだけど、茶番劇だと言われて、ああそうかっていうぐらいに思ってましたから、コロナってご存知のように567って書くのご存知でした？存じてないかったです。知らんか。はい。567って書くの、コロナって。はい。これを何て読むか弥勒メシアって言ってね、弥勒降臨っていうんですよ。弥勒様っていうそのね、菩薩が人類を救うために降臨するということがこの567っていうの意味だっていうのもその神道的にはお聞きしてたんだ。だからコロナが567さんが来られた時に間違いなく弥勒メシア、弥勒さんのご降臨だと思ったわけ。人類を変えるために。そしたら起こってきたことは、いろんな国でもってお昼になったらばみんなでもってありがとうございますって言ったかな、その言葉を唱えるとかね、そういうその感謝っていう気持ちがみんなの心の中に起こってきたっていうような、話も聞いたことあるんですけどね。だから人間がこのコロナ様のおかげで変わったんですよねっていうふうに僕なんか思ってます。で本当に、まあいろいろな説がありますけれども、それでね、もう一つこの筆の持ち方があるんですよ。で普通書をお書きになる人はね、ここを割とこういうふうにしてね、筆の骨を持たれてこういうふうにして書かれる、割とまっすぐなんです、ところが私たちはできれば一番端を持ってね、なぜ端を持つかというと、この自分の上手に書きたいっていう意思をこの筆には伝えたくないの。ここが一番伝わるんですよ。こう綺麗な字をね、スーってなってるね。ところがここを持つとね、これがやりにくくなるんですよ。ちょっと手が触れたいの。本当はもっとね、ここ持ってやりたい。自分の意識がこう通じないように、天の意識がここに流れてくれればいいわけでしょ。このさっきの右脳みたいな、あるようですね。だからできればこれ持って書けばいいんだけど、こうだってちょっとやっぱ書きにくいと、ね、だから一番
この辺持ちましょうって言ってこういうふうにして書くんですと。ただ私たちの場合はこれをねぐーっとこう曲げるんです、ね、そうすると筆が斜めになるんで、ここを動かさないで指先だけでまっすぐにという、これ常に垂直にと保つというふうにお伝えしたいんです。そういいですね。そうするとちょっと筆持ってください。で2本中指をかけましょう。そうそれでこれ挟みますね。そうこういうふうにして腕全体で書く。手首使わないんですよ。使わないってなんか腕全体で。そうです。これはもうここ何もできない、手の意志がもうなくなっちゃってます、固定されちゃって、でそれでちょっとここに丸書いてみてください。書きにくいけど、いや筆の持ち方が慣れればね、もうちょっとこう上の方、それでね、いいですか、一つこんなふうにして人差し指ね、中指距離をつけると、そうです、そうどうですか、ちょっと書きやすくなったでしょ。そうなんです。それでこれをこういうふうにしてここを平らにしてね、線、それでちょっと一遍書いてみてください。そのここをそういうふうに何ですか、直線にして書いた時と、これをこうやって書く時、書いて書く時と、ここそうだね、こういうの、肩から力の抜け方が違いますか？違います。違いますよ。ほら上柴先生、手は近くって言ってこう手を使っちゃいけないって言うじゃないですか、でなんか使ってないんですよね、こっちの時は。だからこっちはもう手の意思が出ちゃうんですよね。なんか自分ではそれが慣れてるからうまく書けそうな感じはするんですけども、意思が出ちゃいます、普通の今までのこういうやり方は。でもこっちはね、もうなんでしょう、別のとこ動かさなきゃいけないのか。そうだ、これがね皆さんこれがもう合気道のちょっと待っていただけますか。もう翔太先生をお使いしちゃって怒られちゃうかもしれない。私がこれ大丈夫、そんなふうに大丈夫ですよ。